不大法伝承。ある時、預言者、彼に平安と祝福あれは人々のお仏集積所へ行き、立ったまま拝尿しました。彼は水を求めたので、私は水を彼に渡し、彼は身を清めました。ウドゥ。サヒーフ、アルブハーリー224。不大法伝承。預言者、彼に平安と祝福あれと私は、人々のお仏集積所まで歩きました。彼は、皆さんが誰であれ、壁の後ろに立って拝尿しました。私は立ち去りましたが、彼は私に来るように手招きしました。そこで私は彼に近づき、彼が拝尿を終えるまで彼の背中近くに立っていました。サヒーフ、アルブハーリー225。アブー・ワイルの伝承。アブー・ムーサー・アル・アシャーリーは拝尿の問題を非常に重視し、バニ・イスラエルの者が尿で衣服を汚した場合、その部分を切り取っていたとよく言っていました。それを聞いたフダイファはアブー・ワイルに、アブー・ムーサーがその問題にあまり重点を置かなければよかったのに、と言いました。フダイファはさらにこう付け加えました。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは、ある人々の排泄所に行き、立ったまま拝尿しました。サヒーフ、アルブハーリー226。ハディースの説明。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、特にムスリムに清めと清めの規則、そして拝尿、排便後の用法を説くことに熱心でした。このハディースの中で、高貴な同伴者フザイファ、イブン、アルヤマーン、彼に神の祝福と平安あれは、預言者、彼に神の祝福と平安あれと一緒にいたとき、預言者、彼に神の祝福と平安あれが拝尿したくなったことを語っています。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、人々の庭に入りました。庭とはゴミが捨てられる場所で、人々はゴミを家の近くに捨てていました。彼は、彼のよく知られた習慣と慣習的なスンナに反して、立ったまま拝尿しました。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、しばしば座ったまま拝尿していました。彼が立って用を足したのは、座る場所が見つからず立たざるを得なかったか、怪我をして座れなかったか、あるいは立って用を足す方が陰部に安全だからでした。おそらく、人々との距離が近いため、座って用を足すと音がすることを恐れたのでしょう。預言者、アッターから祝福と平安あれが用を足していたとき、この気高い同行者は、アッターの使徒、アッターから祝福と平安あれが用を足し終えるまで我慢しました。預言者、アッターから祝福と平安あれが用を足し終えると、彼はフザイファに、もっと近づきなさい、と言いました。つまり、もっと近づきなさいということです。そこでこの気高い同行者はさらに近づき、預言者、アッターから祝福と平安あれの、かかとつまり足の裏のすぐ後ろに立ったのです。彼は身支度を整え、足を洗うという段階になっても、革靴下を拭くだけで満足し、脱ぎませんでした。革靴下とは、足に履くもので、薄い革で作られており、正常な状態ではそれを履いた状態で拭くことが求められます。ハディースには、立ったまま拝尿することが許されていると記されています。また、靴下の上から拭くことも許されていると記されています。三つ目のハディースでは、イスラームは寛容と寛容の宗教であり、正常や人体に影響する不浄の除去など、ムスリムに対して適用されていた多くの規定を、以前の諸国よりも緩和してきたことが示されています。このハディースでは、信奉者のアブー・ワイル、シャキーク、イブン、サラマが、アブー・ムーサ、アル・アシュアリー、神のご加護がありますようにが尿を非常に厳格に避け、瓶に排尿していたと言われるほどだったことを伝えています。自分にも同じようなことが起こるのではないかと恐れたため、彼はこう言っています。イスラエルの民は、尿が衣服についたら、切り取る、つまり尿がついた部分の衣服を切り取ることをしていたのです。フザイファ、イブン・アルヤマーン、アッターのお慈悲がありますように、箱を言いました。アブー・ムーサ・アル・アシュアリーがこのような厳しさを慎んでいればよかったのに、それはスンナに反するからです。預言者、アッターから祝福と平安あれは、人々の糞塚、つまりゴミ捨て場に来て、立ったまま拝尿しました。立っていると水しぶきにさらされるのは間違いありません。ですから、わざわざ瓶などに排尿しようとはしなかったのです。これは恥ずかしい思いをしないためです。イスラーム法の基本原則は、衣服や身体に汚れが付着した場合、水で浄化されるというものです。したがって、ムスリムが尿かそれに類するものと思われるものを確認した場合、水で痕跡をたどり、浄化すべきです。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが、ゴミ捨て場に座ることは不可能だったため、あるいは座っている方が立っているよりも汚れがひどいと思われたため、その場所で立って排尿したと伝えられています。このハディースは、尿が付着しないと確信できる場合は、立って排尿しても構わないと述べています。このハディースの利点の一つは、立って排尿することが許されていることであり、それを嫌うのは浄化を嫌うからであり、禁止しているわけではないということです。誰にも害を及ぼさない家の近くで排尿することは許されています。尿を我慢したりすることは有害であるため、非難されるべき行為です。他人の庭で許可なく排尿することは、
慣習として認められています。排尿している人が尿で覆われる場合は、その人の近くにいても問題ありません。尿は清めの行為に該当しないことを明確にしました。